ぷり解説。人生の本質を知る。幸せに生きるための10の方法。ねえマリサ、人生ってどうすればもっと幸せに生きられるのかな？それはなかなか深いテーマだな。でもな、幸せに生きるためのコツって意外とシンプルなんだぜ。幸せってもっと運とか環境に左右されるんじゃないの？もちろん、そういう要素もあるけど、自分の考え方や習慣をちょっと変えるだけで、人生は驚くほど前向きに変わるのぜ。例えばどんな方法があるの？例えば、自分に正直になることとか、小さな目標を立てて達成していくこととか、心の持ち方を整えることなんかがあるな。なるほどね。どれも私にもできそうな気がしてきたよ。だろ？今回はそんな幸せに生きるための10の方法を、ランキング形式で紹介していくぜ。最後まで楽しんでくれよな。第10位。自分に正直に生きる。第10位は自分に正直に生きるなんだね。これってそんなに大事なことなの？超大事だぜ。人生の土台になる考え方って言っても過言じゃないのぜ。幸せに生きるには、まず自分自身を裏切らないことが必要なんだ。でもさ、周りに気を使って我慢したり、空気を読んだりするのって普通じゃない？もちろん人間関係を壊さない配慮は大事だけど、いつも自分の気持ちを押し殺してばかりだと、心がすり減ってしまうんだよ。だんだんと何が本音かもわからなくなるぜ。なるほど。でも実際に正直に生きるってどうすればいいの？例えば、嫌なことは無理にやらない。納得できない決断はしない。自分の好きや嫌いをはっきり自覚するってことから始めればいいんだ。大げさなことをしなくても、日々の選択を自分の気持ちに沿って決めることがポイントなんだぜ。私、つい相手に合わせちゃうから、ちゃんと自分の声を聞くのって難しいかも。だからこそ、最初は小さなところからでいいんだ。昼ご飯に何を食べたいか、自分の気分で決めるとか、そのレベルでもいい。積み重ねていくうちに、私はこうしたいって感覚が自然と育つんだぜ。それならできるかも。自分を大事にするって、少しずつ身につけていくものなんだね。そうだぜ。自分に正直になることは、後悔の少ない人生を作るための第一歩なんだ。遠回りに見えて、実は一番近道なんだよ。第9位。小さな目標を設定する。第9位は小さな目標を設定するか。それって本当に幸せと関係あるの？大ありだぜ。実は、小さな目標を設定することで、毎日の生活がぐっと充実するんだ。まず一つ目は、自信を育てること。大きな夢をいきなり達成するのは難しいけど、ちょっとしたことを毎日クリアするだけで自分でもできるんだって気持ちが芽生えるんだぜ。なるほど。小さな成功体験が積み重なっていくってことか。そういうこと。それが自己肯定感につながるんだ。で、二つ目は、継続する力が身につくこと。毎日5分だけ英語を勉強するとか、短くて達成しやすい目標を繰り返すことで、習慣になっていく。続けることって、意外とハードルが高いけど、小さく始めればハードルはぐんと下がるのぜ。確かに、大きな目標って気合が必要だけど、小さなやつなら気軽にできそう。で、三つ目は、日々の充実感がアップするってこと。目標があると、今日はこれを達成できたっていう満足感が得られるし、なんとなく過ごしてた毎日が、ちょっとずつ意味を持つようになるんだ。これが積み重なると、人生全体の満足度がぐっと上がるのぜ。意外だったけど、聞いてみるとめっちゃ納得だよ。私も今日から1日1個、小さな目標を決めてみようかな。いいね。無理のないペースで続けていけば、気がついたらすごく遠くまで来てるはずだぜ。第8位。周りの人を大切にする。第8位は、周りの人を大切にするだね。これはわかるようで、意外と難しい気もするよ。そうだな。でもこの考え方は、人生の幸福度を大きく左右するんだぜ。まず一つ目の理由は、支え合える関係ができるってこと。困った時に助けてくれる人がいるって、それだけで心が軽くなるし、逆に自分が誰かを支えることで、自分の存在価値も感じられるんだ。確かに、
誰かの役に立てたって思えると、嬉しい気持ちになるよね。そうそう。人は一人じゃ生きていけないからな。そして二つ目は、人間関係が良好だと、ストレスが減るってこと。逆にギスギスした人間関係は、それだけで日常が苦しくなるだろ？だから、挨拶を大切にしたり、感謝の気持ちを伝えたりするだけでも、空気が変わっていくんだぜ。ああ、なるほど。ありがとうって言われるだけで、ちょっと幸せな気持ちになるもんね。その通り。三つ目は、自分の行動が相手にも影響を与えるってことだ。優しさって連鎖するんだぜ。自分が相手を大切にすれば、その相手もまた誰かを大切にしようとする。そうやって良い関係がどんどん広がっていくんだよ。わあ、それってすごく素敵なことだね。自分の周りから幸せが広がっていく感じがするよ。だからこそ、周りの人を大切にするってのは、実は自分自身の幸福にも直結してるんだ。人を大事にするって、自分を幸せにする近道でもあるんだぜ。第7位、自分の時間を大切にする。第7位は自分の時間を大切にするだって。これってどういうことなの？一言で言えば、自分のために使う時間をちゃんと確保するってことだぜ。まず一つ目、自分と向き合う時間ができる。忙しい毎日を過ごしてると、何を考えてるのか、自分がどう感じてるのかを見失いがちだろ？でも少しでも静かな時間を取ることで、自分の本音に気づけるようになるんだ。確かに、常に誰かと一緒にいたりスマホばかり見てると、頭がごちゃごちゃになっちゃうもんね。そういう時にちょっと一人になって、本を読むとか、ぼーっとするだけでも違うのぜ。で、二つ目、自分のペースを取り戻せるってこと。周りのスピードに合わせすぎると、疲れやすくなったり、他人と比較して落ち込んだりする。だけど、自分だけの時間を大切にすると、自分のペースを守ることができて、心が安定するんだぜ。ああ、それわかる。誰かとずっと一緒にいると、つい相手に合わせちゃうんだよね。そして三つ目、自分の好きなことに集中できるってことだ。好きな趣味を楽しむ、学びたいことを学ぶ、ただゆっくりする。それができると、今を生きてるって実感できて、日々の満足度がぐっと上がるんだ。自分の時間を大切にするって、すごく贅沢なことに感じるけど、実は一番必要なことなのかもしれないね。そうだぜ。誰かのために動く時間も大事だけど、自分のために過ごす時間も、それと同じくらい、いや、それ以上に大切なんだぜ。第6位、自分を許す。第6位は自分を許すなんだね。これって、ちょっと難しそうに聞こえるよ。確かにな。でもな、自分を許すことって、思ってる以上に心を軽くしてくれる大事な習慣なんだぜ。まず一つ目、自分を責めすぎないことが大切ってこと。人は誰でも失敗するし、間違えることだってある。でも、それをいつまでも引きずってると、前に進めなくなっちまうのぜ。ああ、それわかる。私も、昔の失敗を思い出して落ち込むこと、結構あるもん。そういう時こそ、自分に、まあ、あの時は仕方なかったよなって声をかけてあげるのが大事なんだ。で、二つ目のポイントは、完璧主義を手放すことだ。全部を完璧にやろうとすると、失敗が許せなくなって苦しくなる。でも、ちょっとくらいできないことがあっても、それが人間らしさなんだぜ。確かに、失敗を恐れて動けなくなるって、すごくもったいないことだよね。だろ？そして三つ目、自分を許すことで他人にも優しくなれるってこと。自分の欠点を受け入れることができると、他人の失敗や短所にも寛容になれるようになる。そうやって人間関係も穏やかになっていくのぜ。それってすごく大事なことかも。自分を認めてあげられたら、心も少しずつ軽くなりそう。その通りだぜ。幸せに生きるには、自分の味方で居続けることが何より大切なんだよ。誰よりもまず、自分が自分を許してやることが、心の回復には不可欠なのぜ。第5位、体調を整える。第5位は体調を整えるなんだね。やっぱり健康って、人生にとってそんなに大事なのかな？めちゃくちゃ大事だぜ。健康が土台になってるからこそ、心も前向きになれるし、
日常を楽しむ余裕も生まれるんだ。まず一つ目、体調が整うと、気分も安定しやすくなるってこと。睡眠が足りなかったり、食事が乱れてたりすると、イライラしたり集中力が落ちたりするだろ？確かに寝不足だと、何でも悪く考えちゃう気がする。そうなんだ。逆に言えば、睡眠食事運動を少し意識するだけで、気分の浮き沈みがぐっと減るのぜ。二つ目のポイントは、エネルギーが湧いてくるってことだな。体が元気だと、自然とやる気も出てくるし、行動力も上がるんだ。よし、今日はこれをやってみよう、って気持ちになりやすくなるんだぜ。それってすごく大事だね。体がだるいと、やりたいことがあっても動けなくなるし。だろ？で、三つ目、体調を整えることは、自分を大切にするっていう行為そのものなんだぜ。例えば、バランスの良い食事をとるとか、しっかり湯船に浸かるとか、自分の体を気遣ってあげることで、自己肯定感も高まる。私は私を大事にできてるって感覚が、実はすごく心を満たすんだよ。なるほど。健康って、ただ病気しないってだけじゃなくて、心の豊かさにも直結してるんだね。その通り、どれだけお金があっても、どれだけ時間があっても、体が元気じゃないと幸せは感じにくいんだ。だからこそ、日々の生活の中で、無理のない範囲で健康を意識することが、幸せな人生への王道なんだぜ。第4位、好奇心を持ち続ける。第4位は、好奇心を持ち続けるなんだね。なんだか子供っぽい印象があるけど、それが人生の幸せにつながるの？いやいや、それがめちゃくちゃ重要なんだぜ。好奇心って、年齢に関係なく人生を彩るエネルギーなんだよ。まず一つ目のポイントは、毎日が新しくなるってこと。新しいことを知りたい、学びたいって気持ちがあると、退屈な日常も発見の連続になるんだぜ。確かに、新しい本を読んだり、行ったことのない場所に行ったりすると、それだけで気分が上がるかも。そうそう。それが刺激になって、脳も活性化するし、マンネリを打破できる。で、二つ目、好奇心は挑戦する原動力になるってことだ。これ、面白そう、ちょっとやってみたいって気持ちがあるだけで、人は自然と行動するようになる。何かを始めるきっかけって、いつだってちょっとした興味からなんだぜ。確かにそうだね。私も気になったお菓子作りにハマって、いつの間にか趣味になってたし。それだよ。それが好奇心の力。やってみた結果、楽しかったら続ければいいし、違ったらやめたっていい。でも、動くことで得られる経験って、人生を豊かにしてくれるんだぜ。そして三つ目、好奇心があると、自分の枠がどんどん広がるってこと。今まで興味がなかったことでも、一歩踏み込むとこんな世界があったのか、って驚きがある。そうやって視野が広がると、人間関係にも柔軟性が出るし、自分の考えにも深みが出てくるのぜ。それってすごくワクワクする話だね。自分の世界が広がるって、幸せそのものかも。その通り、好奇心は、人生を冒険に変えてくれる最高のパートナーなんだ。大人になっても、いや、大人になったからこそ、好奇心を持ち続けることが大切なんだぜ。第3位、自分の強みを生かす。第3位は自分の強みを生かすだね。でも私、自分の強みなんてパッと思いつかないよ。それ、よくある悩みだぜ。でもな、自分の強みに気づいて、それを活かして生きることは、幸せへの近道なんだ。まず一つ目のポイントは、自己肯定感が上がるってこと。自分の得意なことに取り組むと、自分はこれができるって実感できて、自信につながるんだぜ。なるほど。好きなことや得意なことをしてると、自然と気分も前向きになる気がするかも。そうだろ？自分の強みって、他人と比較して勝ってることじゃなくて、自分が無理なくできることや、やってて楽しいことだったりする。例えば、人と話すのが得意とか、丁寧に作業できるとか、そういう小さなことでも立派な強みなんだ。そっか、強みって特別な才能とかじゃなくてもいいんだね。そうなのぜ。で、二つ目のポイント、自分の強みを使うと、周囲に貢献できるってこと。誰かの役に立った時って、
すごく嬉しい気持ちになるだろ？それが自分の得意なことなら、無理なく続けられるし、感謝もされる。これはすごく心を満たしてくれるんだ。私、前にちょっと得意なイラストを頼まれて描いた時、すごく喜んでもらえたことあるよ。それこそ最高の例だぜ。その喜びが、自分はここにいていいって感覚をくれるんだ。そして3つ目、強みを生かすと、人生に目的が生まれる。目の前のことに流されるんじゃなくて、自分の力をどこでどう使うかを意識するようになると、毎日が目的を持った時間に変わるのぜ。なるほど。自分の強みに気づいて、それを誰かのために使えると、人生に意味が出てくるってことなんだね。その通り、自分の力を自覚して、それを世の中に活かすことができたら、それこそ本物の幸せへの第一歩なんだぜ。第2位、ポジティブな思考を持つ。第2位はポジティブな思考を持つなんだね。でも、無理に前向きになろうとすると、逆に疲れちゃうこともあるよ。それ、すごくよくわかるぜ。でもな、ここで言うポジティブっていうのは、現実を無視して明るく振る舞うってことじゃなくて、どんな状況でも希望や学びを見出す心の持ち方のことなんだ。まず一つ目のポイントは、ネガティブな感情を受け入れた上で、前を向けるってこと。嫌なことがあっても、これは自分にとって何の意味があるのかって視点を持てると、感情に振り回されずに済むんだぜ。ああ、それなら私にも少しわかるかも。落ち込む時ってあるけど、この経験があるから強くなれるって思えると、気持ちが切り替えられる気がする。そうそう。それがまさに前向きな思考だぜ。二つ目は、問題解決の行動力が湧いてくるってことだ。ネガティブになってる時って、思考が止まって動けなくなるだろ？でもポジティブに考えると、じゃあどうする？っていう視点に変わって、自然と行動を起こせるようになるんだ。それってすごく実用的だね。前向きな考え方が、現実を動かす原動力になるってことか。その通り、ポジティブって感情じゃなくて、思考の選択なんだぜ。起きたことは変えられなくても、どう受け取るかは自分次第なんだ。そして三つ目は、周囲への影響も大きいってこと。前向きな人と一緒にいると、自分も元気になるだろ？逆にネガティブな空気って、周りにも伝染しやすい。だから自分が前向きな姿勢でいると、自然と周囲にも良い影響を与えられるんだぜ。確かに、明るい人がそばにいるだけで場の雰囲気って変わるよね。自分の考え方が、他の人にも届いてるって思うと、ちょっと責任ある気分になるな。その意識こそが素晴らしいぜ。前向きな考え方は、自分自身の人生を豊かにするだけじゃなくて、周りの人にも勇気を与えることができる。だから、ポジティブな思考ってのは、幸せな人生を築くための土台になるんだぜ。第1位、自分を愛する。ついに第1位だね。自分を愛するって書いてあるけど、これはどういう意味なの？簡単に言うと、自分を大切に扱って、自分の価値をちゃんと認めてあげるってことだぜ。これが全ての幸せの出発点なんだ。まず一つ目のポイント。自分を愛することで、心が安定する。人は誰かに認められたいって思うけど、自分で自分を認められるようになると、外からの評価に振り回されにくくなるんだぜ。それって、わかる気がする。他人の言葉で落ち込んだりすること、よくあるもん。だろ？でも、自分が自分の味方でいられるなら、多少のことじゃ揺らがなくなるんだ。次に二つ目、自分を愛せる人は、他人にも優しくできる。自分を否定してると、つい他人にも厳しくなったり、嫉妬しやすくなったりする。でも、自分を受け入れられてる人は、他人のことも受け入れる余裕があるんだぜ。そうか、他人に優しくするには、まず自分に優しくなきゃいけないんだね。その通り。例えば、失敗した自分にダメだなって責めるんじゃなくて、頑張ったね、次に生かそうって声をかけてやるんだ。それだけで心はぐっと軽くなる。そして三つ目、自分を愛することは、選択の質を高めるってこと。自分は大切な存在だって思えたら、自然と自分を傷つけるような選択はしなくなる。人間関係、働き方、生活習慣、あらゆる場面で、
自分を大切にする行動を選ぶようになるのぜ。なるほど。自分のことを大切に思うからこそ、自分に合ったものをちゃんと選べるようになるんだ。そうなんだよ。自分を愛するって、甘やかすことじゃなくて、自分にとって本当に必要なものを見極めて、大事に扱うことなんだ。それができると、周りとの関係も良くなるし、心がどんどん満たされていくのぜ。私も、もっと自分のことを大事にしてあげたいな。まずは、頑張った時に偉いって声をかけてあげることから始めてみようかな。いいね。そうやって、自分との関係を育てていくことが、人生をより幸せにする一番の秘訣なんだぜ。総評まとめ。今回は幸せに生きるための10の方法をランキング形式で見てきたけど、どれも日常に取り入れられそうな内容だったね。どれも特別な才能や環境が必要なものじゃない。大切なのは、ちょっとした意識の変化と、少しずつでも行動を起こすことなんだぜ。小さな目標を立てたり、自分を許したり、強みを生かしたり、自分を大事にしながら前向きに生きるって、本当に奥が深いね。そうだな。幸せって、遠くにある理想じゃなくて、毎日の中にちゃんと転がってるんだ。それに気づいて、手を伸ばせるかどうかが鍵なんだぜ。私も今日からできることを一つずつ始めてみるよ。その気持ちが何より大切だぜ。一緒に、もっと幸せな毎日を作っていこうな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。